皆さんこんにちは。食堂朝ごはんの中江里香です。今回はタンパク質がたっぷり摂れる作り置きを全部で4品紹介していきたいと思います。タンパク質は体を作るためにとっても大事な栄養素です。ダイエットや運動をしている方はもちろん、美肌作りとか免疫力を上げて風邪をひきにくくしたいという方にもとってもおすすめのレシピとなってます。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。というわけで早速作っていきます。今日作るのは鶏胸肉のガーリックステーキとしそたっぷり豚つくね、蒸し鶏とわかめのねぎラー油、それからなすと厚揚げのピリ辛煮です。そしてまず作るのは鶏胸肉のガーリックステーキです。鶏胸肉は1枚だいたい 350g くらいのものを使います。ちょっとぐらい小さかったり大きかったりしても大丈夫です。そうしたら最初にちょっと下ごしらえをしていきます。鶏胸肉の端っこの方とかにこういう少し白くてブヨっとしている部分があると思うんですが、この脂肪の部分を包丁で取っていきます。取らなくても食べられないというわけじゃないんですが、脂肪の部分は臭みが少し出やすいので、こうやって取ってあげるとより美味しく食べられます。包丁で削るような感じで取っていきます。それで今日はこの鶏皮はつけたまま使うんですけど、皮は脂質がとっても多くてカロリーも高いので、ダイエット中とかカロリーが気になるよっていう方は鶏皮を取って使うのがおすすめです。それで鶏胸肉は今日は1枚丸ごと焼いていくんですが、厚みのある部分は火が通りにくいので厚みを均一にしていきます。このちょっと丸みのある分厚い部分に包丁を入れて開いていきます。お肉を切り離さないように気をつけながら何回かに分けて包丁を入れていくと失敗しにくいと思います。他のちょっと厚みがありそうなところにも包丁を入れて開きます。そうしたら次は調味料を下味をつけていきます。調味料は塩小さじ1/3と砂糖小さじ1です。砂糖には保水性って言ってお肉の中の水分を閉じ込めておいてくれるっていう働きがあります。なので塩だけじゃなくて砂糖も一緒に加えてあげることで肉汁が外に流れ出にくくなってジューシーに仕上がります。塩と砂糖をお肉にすり込んだら5分ほど置いておきます。時間があれば30分ほど置いてあげるとより調味料が浸透して柔らかになります。そうしたらその間にタレの材料を混ぜ合わせておきます。醤油大さじ1半、みりん大さじ1半、おろしにんにく小さじ1/2です。おろしにんにくはチューブのものでも大丈夫です。そうしたらお肉を焼いていきます。フライパンを用意して鶏胸肉には薄力粉をまぶしていきます。鶏胸肉は脂肪分が少なくてとってもヘルシーなんですが、少しその分パサつきやすいっていう特徴があります。なのでさっきやったみたいに下味をつけるっていうのも大事なんですが、こうやって薄力粉をまぶしてあげることで肉汁を閉じ込めてあげる効果があります。もし薄力粉がなければ片栗粉でも大丈夫です。こんな風に両面まぶします。ちなみに最近この粉ふるいを新しく買ったんですけど、これはマーナっていうところのふるいなんですけど、片手でもいい感じに振れるのでとっても気に入って使ってます。そしたらフライパンに油を熱します。油はキッチンペーパーでフライパンの全体に塗り広げておきます。そこに鶏胸肉を皮の方を下にして焼いていきます。皮なしで焼くときはどっちの面から焼いても大丈夫です。そうしたら焼き色がつくまでこのまま中火で3分ぐらい焼いていきます。
鶏胸肉はアミノ酸バランスの優れた良質なタンパク質がとっても豊富に含まれているっていうのが特徴です。鶏胸肉にはタンパク質の代謝に関わるビタミン B6 っていう栄養素も多く含むので、タンパク質を効率的に摂れてとってもおすすめなんです。その他にも抗酸化作用とか疲労回復効果のあるイミダペプチドっていう成分も多く含むのが鶏胸肉の特徴です。そしたら片面が焼けたらひっくり返して、今度は蓋をして弱火で5分ぐらい蒸し焼きにします。1枚丸ごと焼く時って結構火が通りにくいので、こうやって弱火でじっくり蒸し焼きするっていうのがポイントです。そしたら焼けたら蓋を取って、さっき混ぜ合わせておいたタレをかけます。火加減は少し強めておいて、タレを煮詰めながらお肉の全体に絡めます。さっき薄力粉をまぶしておいたおかげでタレに程よくとろみがついて、お肉に絡みやすくなっていると思います。というわけで、これで鶏胸肉のステーキ出来上がりです。それで今日は見栄えのためにすぐに切って保存容器に入れたんですけど、お肉が熱いうちに切ると肉汁が流れ出てきてしまうので、できれば丸ごとのまま保存して食べる直前に温めて切るっていうのがおすすめです。でも切って保存したいっていう場合は、お肉を冷ましてから切って保存すると肉汁も出にくいので、それがいいかなと思います。ちなみにタンパク質は体を作るためにとっても重要な栄養素なんですが、肌とか髪の毛をきれいに保ったりとか筋肉の材料にもなります。あとは実は血液とか免疫細胞を作る材料にもなるので、タンパク質が不足すると免疫力が下がって風邪をひきやすくなったりっていうこともあります。ちなみにこの胸肉のステーキ1/3分の1枚で約 25g のタンパク質が取れます。とてもニンニクの香りが効いた、とても食欲進むメニューです。ぜひ作ってみてください。そして次はしそがたっぷり入った豚つくねを作っていきます。これからの季節にとっても美味しいしそなんですが、しその香りっていうのはペリルアルデヒドっていう成分によるものなんです。この成分には胃液の分泌を促して食欲をアップさせる効果があります。あとしそには強い抗菌作用とか防腐作用があるのも特徴で、昔からお刺身のつまに使われたりとか、梅干しを作る時にも使われたりしてます。それでしそは全部で20枚使います。半分ずつぐらいに分けて千切りにしていきます。きれいに重ねてからくるくるっと巻いていって、端っこから包丁で刻んでいきます。しそをこんな風に一気にたっぷり使うことってあんまりないかもしれないんですが、しそをたっぷり入れるととっても香りが良くておすすめです。他にも餃子の肉ダネにたっぷりしそを入れるっていうのも個人的によくやっていて、とってもおすすめです。そしたら次は玉ねぎをみじん切りにします。玉ねぎは4分の1個使います。まず縦に包丁で切り込みを入れて、そして反対側にも反対向きにも包丁も入れます。そして端から刻んでいくとみじん切りになります。
そして玉ねぎを切ったら、あとはボウルに全部入れて混ぜていくだけなんですが、今日は豚つくねということで肉ダネには豚ひき肉を使うんですけど、カロリーが気になるっていう方は白い脂の部分が少ない赤身の豚ひき肉を選ぶのがおすすめです。パッケージに赤身とか書いてないことも多いんですけど、そういう時はなるべく赤いところが多いのを買うといいです。赤身のひき肉の方が脂肪分が少ない分、タンパク質が多く含まれています。あとはこういう風にスプーンで混ぜていきます。手で混ぜても大丈夫です。粘り気が出るまでしっかりぐるぐる混ぜます。そうしたら肉ダネを丸める前にフライパンに油を塗っておきます。まだフライパンに火はつけなくて大丈夫です。フライパンに油を塗ってから、そこに丸めた肉ダネを並べていきます。こうすると洗い物も少ないし、フライパンが冷たい状態から焼くことで生焼けを防ぐっていうメリットもあります。全部並べたら中火にかけます。片面が焼けたらひっくり返して、ひっくり返したら今度は蓋をして蒸し焼きにします。このまま火が通るまでだいたい2分半ぐらい蒸し焼きします。豚ひき肉も鶏胸肉と同じようにアミノ酸バランスが優れた良質のタンパク質を含んでます。ただ胸肉に比べると豚ひき肉は脂肪分が多いです。なのでカロリーを抑えたいとか、タンパク質をしっかり摂りたいっていう時には、さっきも言ったように赤身の多いひき肉を選ぶっていうのがとっても大事なポイントです。そんなわけで2分半経ったら蓋を取って、これで出来上がりです。肉ダネに味をしっかりつけてるので、タレはつけずにこのまま美味しく食べられます。豚肉はビタミン B1 も豊富なので、これからの季節夏バテ対策にもとってもおすすめなメニューです。次はまた鶏胸肉を使うんですが、次に作るのは蒸し鶏とわかめのねぎラー油です。最初に蒸し鶏を作っていきます。鶏胸肉はこんな風にフォークでブスブス30回ぐらい両面を刺していきます。今回も鶏胸肉皮付きのまま使うんですが、さっきと同じでカロリーが気になる方は外しても大丈夫です。でも皮にはうまみもたくさん含まれるので、皮をつけたまま加熱して後で皮を外すっていう風にしてもいいです。その方がうまみが出て美味しくなります。そしたらお酒を振ってラップをして電子レンジで3分加熱します。私はラップの代わりにいつもこの豚の落とし蓋を使ってます。ちなみにフォークで刺す時に皮の部分にもしっかり刺しておくと、レンジで加熱している時に破裂したりするのを防げます。次に乾燥わかめを水で戻しておきます。乾燥わかめは 6g 使います。6g のだいたい大さじ2杯分ぐらいです。水で戻すとだいたい 70g ぐらいになります。わかめは水溶性の食物繊維が豊富で、糖質の吸収を緩やかにして血糖値の急激な上昇を抑えたりとか、コレステロールを下げるっていう効果もあります。
鶏胸肉の方は加熱が終わったら一旦取り出して裏返したらまた3分加熱します。レンジから出す時はとっても熱くなっているので注意してください。2回目の加熱が終わった時はさらにとても熱くなっているので蓋を外す時は注意してください。そうしたらお肉はフォークを2つ使ってお肉の繊維に沿ってほぐしていきます。下に肉汁が溜まってると思うんですけど、お肉をほぐして肉汁に浸しておくとまたお肉の中に染み込んでいきます。そうしたら次は長ネギを切ります。長ネギは斜め薄切りにしていきます。長ネギを切ったら次は調味料を混ぜ合わせます。ボウルに醤油大さじ1半、砂糖大さじ1半、お酢大さじ1半、白いりごま大さじ1、ラー油適量、これを入れます。辛いのが苦手っていう方はラー油の代わりにごま油を使ってもとっても美味しいです。逆に辛いの大好きっていう方はラー油たっぷり入れちゃってもいいです。そしたらで調味料を混ぜ合わせたら鶏胸肉とわかめは水気をよく切って加えて長ネギも加えて混ぜ合わせます。鶏胸肉の余った肉汁は旨味もたっぷりなのでスープに使うのがおすすめです。ちなみに鶏皮は今日は使わなかったんですけど、使う場合は包丁で細く切って一緒に入れちゃっても OK です。お肉たっぷりでとっても食べ応えがあるメニューなんですけど、鶏胸肉のタンパク質とたっぷりのわかめで食物繊維も取れるのでダイエット中にもとってもおすすめなレシピです。甘酸っぱいタレとラー油のピリッとした辛さでやみつきになる美味しさなのでぜひ作ってみてください。そしたら次に作るのは厚揚げを使ったメニューです。厚揚げとナスのピリ辛煮を作りたいと思います。今日はお肉をずっと使ってたんですけど、厚揚げもとってもタンパク質が多いです。厚揚げはお豆腐を油で揚げて作られてるんですけど、油で揚げることでお豆腐の水分が抜けてその分 100g あたりの栄養価も高くなってます。タンパク質だけじゃなくてカルシウムなどのミネラルとか大豆イソフラボンなどの大豆由来の栄養素も豊富なのが特徴です。それで厚揚げはやっぱり油で揚げてる分カロリーが高くなりがちなので、お湯でさっと茹でて油を落とすことでカロリーオフできます。だいたい30秒から1分ぐらい茹でるといいです。こうやって油抜きをすることで後で煮る時に調味料の味の染み込みを良くするっていう効果もあります。
そうしたら包丁で厚揚げを食べやすい大きさに切ります。四角でも三角でも何でもいいんですけど、今日は三角に切りました。次はナスを切っていきます。ナスはヘタを取って縦半分に切ります。そしたら皮に切り込みを入れていきます。まず斜めに切り込みを細かく入れていきます。そして向きを変えてまた斜めに切り込みを入れていきます。そうするとこんな感じで格子模様の切り込みができます。面倒であれば格子模様にしないで斜めに一つの方向に切り込みを入れるっていうだけでも大丈夫です。皮の方って調味料が浸透しにくいんですけど、こうやって切り込みを入れておくことで味の染み込みを良くする効果があります。そうしたらフライパンにごま油を入れて熱します。そしてナスを並べていくんですけど、まず皮の方から焼いていきます。この時に皮の全体に油をしっかりまとわすような感じで入れていくと美味しくなるし、ナスの色が変色しにくいです。ナスは果肉がスポンジ状なので、先に断面の方から焼いてしまうと一気に油を吸い込んで油を使いすぎてしまうので、皮の方から焼くことで少ない油でも美味しくなります。そして3分焼いたらひっくり返して、今度は蓋をして2分蒸し焼きにします。そうして2分経ったら蓋を取って調味料も加えます。調味料は醤油大さじ2、みりん大さじ2、砂糖大さじ1、水 200cc、 輪切り唐辛子小さじ1杯ぐらいです。そして今日はですね、ピリ辛煮ということで唐辛子をちょっと多めに入れます。辛いのが好きな方はもっと入れても OK です。厚揚げを入れたら蓋をしてたまにひっくり返しながら弱火で10分ぐらい煮ていきます。ちなみに厚揚げ 100g にタンパク質は約 10g 含まれます。こういう小さめの厚揚げがだいたい 100g から 120g くらいになります。ちなみに厚揚げはカルシウムも豊富なのが特徴で、厚揚げ 100g には牛乳1杯分よりも多くのカルシウムが含まれているんです。カルシウムはとっても不足しやすい栄養素なので、こういうカルシウムが多い厚揚げとか大豆製品や乳製品など積極的に摂るのがいいです。ダイエット中などは特にカルシウムが不足しやすいので、意識して摂るようにするのがおすすめです。というわけでこんな感じで
厚揚げとナスのピリ辛煮が出来上がりです。ナスと厚揚げにとても煮汁が染み込んで美味しいメニューです。冷やして食べても美味しいし、これからの季節はそうめんに煮汁と一緒にかけてのせて食べてもとっても美味しいので、ぜひやってみてほしいです。というわけで今日はタンパク質がたっぷり摂れる作り置きを全部で4品紹介してみました。何か気に入ったものがあればぜひ作ってみてもらえたら嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。